バーテンダーとしての知識と経験から最も美味しい比率を見つけてほしい。黄金比ってやつだね。やってみようか。ただちょっと違うんでね。違うね。ちょっとかな。これ出てるね。紙ってね。ここだったんだね。一体絶妙大外刈りするね。ステイバーチャンネル。朝、はい。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。マスターに紙割りの依頼が来てます。紙割り？なんでそれ？マスターは普段ウーロンハイって飲んだりしますか？ウーロンハイ、中華とかさ、ああいうのを食べた時にちょっとウーロン茶合うじゃんよく。だからウーロンハイを飲んだりはするね。お好きですか？よく合うなと思うからね。単体でウーロンハイを飲むこともまあたまにあるけど、やっぱり料理に合うからね、ああいうのはね。今日は狂月からマスターに依頼が来ていて、狂月って焼酎の？はい、バーテンダーとしての知識と経験から狂月を使った最も美味しいウーロンハイの比率を見つけてほしいと。それは紙割りってことなんだ。それ、はい、黄金比ってやつだね。紙割りって何？簡単に言うとどういうことなの？3つあって、1つ目が幅広い方が飲んで美味しいと感じる。ああ、どの人が飲んでも美味しいっていう、まずそういう条件があるんだ。2つ目が食事に合わせてもウーロンハイ単体でも成立している。おー、なるほどね。最後がウーロン茶と狂月の比率が自然に親和していること。ベストマッチングだ。一体になってるみたいなイメージですね。一体感。その条件を満たして初めて紙割りになるわけだね。普段プロとしてお酒を扱っているマスターに3つの条件に当てはまる紙割りをぜひ。プロだからね、俺ね。やるか、じゃあ。その筋のプロだからね、やっぱね。やっぱやるしかないね。じゃあそんなお願い来たらね。ああ、でもちょっと楽しそうだね、それね。やってみようか。今回はこの狂月を使ってウーロンハイを作ってください。おお、狂月グリーンピュア&クリーン25ってのは25度ってことなのかな。はい、25度。綺麗なボトルだね。狂月グリーンは韓国にあるソラクサンソラクサンという地域の名水を使って作られているそうです。これでウーロンハイを紙割りってやつを作ればいいんだね。香類焼酎、香類ね、はい、って書いてあるんですけど、それはどういうものになるんですか？香類っていうのは麦とかさ芋とかと違って割と穀物なんかで蒸留するんだけど、それを何度も蒸留するんだよ。連続式蒸留機で。でそこでどんどんクリアにしてってお水で割ってアルコール度数を調整するみたいな感じだから、割と飲みやすいすっきりとした焼酎が多いんじゃないかな。お茶とか、特にウーロン茶なんかもよく合うと思うし、あとソーダ割りとか、そういうなんか割った時に本領発揮するようなそういう焼酎じゃないかな。とりあえずこの狂月を知るためにも1対2ぐらいでまず1対2、イメージで言ったらもう濃いかもしれないけど、ちょっと一回この味わってみたいじゃない、そのままじゃなくて。で1対2で作ってみよう。氷はこのぐらいにしようか。いやこれでマスター、まずこれは何ミリ？これ今40ミリ。40ミリ。40ミリ入れて、2だから80ミリ。80ミリ。このウーロン茶でね。もうウーロンハイって感じじゃない。いいね。ちなみにこのステアは自宅で作るんだったら何回くらいを目安に？そうね、20回ぐらいでいいんじゃん。20回ぐらい。10回じゃちょっと少ないかもしれない。
その感覚で言ったら、でも混ぜすぎるとほら氷も溶けちゃうし、はい、その割った美味しさを感じるにはまあ20回ぐらいいいんじゃないかな。でまずはこれ1対2、1対2、1対2、40ミリ狂月に対して80ミリのウーロン茶。ちょっとなんかしっかりアルコールは感じるね。とってもクリアな味はするっていうか、狂月がやっぱ少し主張が強いかもしれないね。美味しいですか？美味しい美味しい、すごく美味しい。俺は好きよこういうの。ウーロン茶が少し、消えちゃうっていうか、狂月の甘みが出ちゃうっていうか、クリアな味なんだね。雑味は全然ないね。食事には合いそうですか？もう少しこう軽い方がいいかもしれないね。神割の定義を元にするとこれはちょっと違うね。そうだね。でも美味しいけどね、抜群に美味しいけど、神割ではないかなっていう感じですか？これで神割ができたらもう終わりだぜ今日これで。すいません。そうだろ。はい。はい。じゃあ次は何対何の比率を試していく？次はだからもっと本当ぐーっと薄めに作るっていうか、柔らかく作るっていうか、だからまあ1対5でいってみようか。1対5で。どのぐらいになるか。1対5。面白いね、実験みたいで。ですね。狂月のボトルの深緑でかっこいいですね。かっこいいね。しかもなんかちょっと握りやすい。狂月を40ミリに対して5なので200ミリね。のウーロン茶という。そうだね。5回。はい、1対5完成です。これ1対5。1対5。1対5。1対5の1対5だね。比率を。よし。でもまあちょっとそうだね。これじゃあちょっと狂月が軽くしか顔出さないね。お茶のいい渋みとか苦みみたいな、それが際立っちゃうかな。ウーロン茶っぽすぎちゃうな。ウーロン茶だね。やっぱウーロン茶知ってる？何ですか？ウーロン茶って。ウーロン茶って知ってる？知ってると思ってますが、俺なんかの時、俺なんか若い時ウーロン茶なんてそんなになかったんだよ。そうなんですか？本当にこのサントリーのウーロン茶が出て、サントリーのウーロン茶のことって言って、もうそういう CM でみんなウーロン茶飲み始めて、お店行ったってウーロン茶なかったんだよ。そうですか？でもサントリーのこのウーロン茶出てからというもの、みんなウーロン茶飲むようになって、もうショッキングだったね。こんなお茶があるんだみたいな。そうなんですね。中華料理以外でやっぱりこの狂月のクリアだからこう邪魔になってないっていうのはすごいね。これはこれでウーロン茶好きにはたまんないかもしれないし、お酒の弱い方とかさ、お酒があんま好きじゃない方でもウーロン茶の感覚で飲めるかもしれないね。大体分かった。この狂月っていうこの子がどういう子か。今が1対3の比率で。1対3だね。1対3、10です。美味しいね。美味しいね。ただピタッっていう感じはないね。まだちょっと少し濃く感じるんじゃないかな。そうだね。もうちょっと自然なこう美味しさみたいな感じっていうかさ、
いいんだよこれも、はい、これもいいんだけどね、もうちょっとこれお互いの良さを出したいね。狂月とウーロン茶がそれぞれ本当にちょうどいいラインがあるってことですか。がっつりこう手を組んだみたいな、そこまでじゃないねまだね。軽いなんかこうハイタッチをしてるぐらいの感じだね。まだあるね。雷じゃないねこれ。でここからちょっとさ細かく、もうほんとちょっとずつ見りたいんでちょっと調節してみようか。これさっきの1対3にちょっと、少しウーロン茶をほんの少し加えてみた。10ミリぐらい。まだ違うね。紙とは呼べないね。じゃあほんといろんな食べ物を食べた時に思わず飲みたくなってだけど反対でも美味しいってことなんだよ。ただちょっと違うんだよね。まだ違うね。ちょっとかな。1対4ちゃいこう。ああ、一人してるね。悪くはないんだけどね。違うかな。ここで少し混ぜてさ、カリッとね。これいいんじゃないの？ついに来たね。ここだったんだね。お疲れ様でした。ステイバーチャンネル。おすず。はい。ついに見つけたよ。雷の比率ですか。雷が分かったかもしれない。何対何ですか。これはもうやっぱ1対4だね。1対4。1対4だね。1。1対4って結構切りのいい数字が。そうだね。このくらい、いいんじゃないかな。はい。色もなんかいいね。そうです。はい。1対4です。出ました。これだね。いやーなんかウーロン茶のこのほのかな甘みっていうのかな。いやーもう素晴らしいね。なんていうんだろう、本当一つになったね。いやこれ1対 4.5 じゃダメだったからね。1対 4.2 より1対4なんだね。3.8 でもなかったね。まささっき、ハイタッチしてるくらいの相性だったんですけど、これはどうですか。ハグしてるね。間違いなくグータッチしてからハグして、俺はもうこんな美味しかったらそのまま大外刈りするね。ハグした後にそのぐらい美味しい、嬉しくて。でも悪気はないよ、大外刈りの。狂月とこのウーロン茶のなんだろうな、お互いいいとこを引き出して、しかも一つになったと。この先が楽しみだね。やっぱりこの狂月がこのウーロン茶の良さ、甘み、そしてこのウーロン茶としての完成度の高さを一番引き出してるっていうか、いやーいいね。1対4なんだね。こんな切りがいいからさ、まさかと思ったけど、なぜだかは分からない。本当なんでだろうと思う、感じはする。味本当に細かいことやったけど、絶妙っていう感じだね。絶妙にうまいっていうかさ、絶妙にうまいね。だから降臨したのかな、狂月に俺が。ステイバーチャンネルさんに最初ちょっと神割りの定義をお伝えしてたと思うんですけど、確認してもいいですか。確認して。幅広い方が飲んだ時に美味しいと感じること。感じるね。間違いないね。2つ目が、食事に合わせても単体でも成立すること。成立するね。この味だったら成立するね。
で最後が、ウーロン茶と氷月の比率が自然に親和する、調和してるそうだね、してるね、完璧だね、申し分ない。マスターの考える神割り比率です。まあこれはもう言葉じゃないから、飲んでみてください。これっていう感じの味だね。本当に美味しい。ちょっと舐めてた俺、ごめん、本当になんか若い頃からこんな美味しいと思わなかった。ウーロンハイ美味しかったですか？ウーロンハイ美味しかったね。いやこれから俺多分頻度、増えるかもしれない。なんか今日楽しかったし嬉しかったし、これからいろいろお酒意識していこうかなっていういい勉強にもなった。マスター、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今日はマスターに氷月を使った神割りの比率を見つけていただきました。氷月グリーン25ね。やっぱりうまい、間違いない。どういうことですか？最高最高だね。ぜひ体温でまずやってもらいたいね。でもね、やっぱりこの神割りっていうのはさ、そもそも何なのかみたいな話になったら、この突き詰めていくと、やっぱその人にとっての神割りみたいなのさあるわけだ。その人それぞれにとっての割合だから、これでちょっと濃いと感じる人もいるし、薄いと感じる人もいるかもしれない。だからその神割りって言葉はもっと一歩奥に何かあるような気がするね。